この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。23歳女性、白星君田さんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。いつも勉強になる動画ありがとうございます。とても楽しく拝見させていただいております。今回質問をお送りしたのは、ここ3年ほどずっと悩んでいることがあり、お答えいただきたく送らせていただきました。私は幼い頃から絵を描くのがとても好きで、少女漫画家を目指して10年ほど絵を描いてきたのですが、ある日、自分の恋人に絵柄が好きじゃないと言われショックを受け、その日から絵柄を変えたんです。そしてその日から3年経った今、3年間描いた新しい絵柄を描き続けているのですが、どうしても自分の頭の中や恋人以外の周りから、前の絵柄の方が好き、こっちの方がよく描けていると肯定されることが増え、どちらの絵柄がいいのかわからなくなってしまいました。絵柄とは周りに言われて決めなければいけないのでしょうか。また絵柄は固定しなければいけないものなのかと、たくさん悩んでもわからないので、斉藤直樹先生が思う絵柄についてのお話を聞きたいです。ご回答お待ちしております。とのことです。白星君田さん、ご質問ありがとうございます。絵柄ってね、とても難しい問題ですよね。絵描きの多くはある時点で、自分の絵柄ってどうやって確立していくんだろう。もっと個性的な絵柄にならないとダメな気がするな。っていうかそもそも魅力的だって思える絵柄っていっぱいあるんだよな。この中から一つに絞るのなんて難しい。そんな風に様々な思いが交錯してしまって、うまく考えをまとめることができない人ってたくさんいると思うんですよ。なので、白星さんの悩み、すごくね、よくわかります。実際ね、僕自身もプロのイラストレーターをしていますが、そのプロ生活の中でも同じような悩みを長い間抱えていたことがあります。ちなみに僕の場合はですね、魅力的だなって思える絵柄を自分が描きたいかは別というね、問題があったりして、そのことについて結構長い間悩んでいたことがあります。今回は白星さんのお悩みをはじめ、絵柄に対して悩んでいる人たちに対して、いくつかヒントになるようなことが言えるんじゃないかなっていうふうに思って動画を作成することにしました。ぜひ最後までお付き合いください。さて、もう最初に結論言っちゃうんですが、僕はですね、実は絵柄って無理に決める必要はないんじゃないかっていうふうに思っています。というか、もっと言うとですね、絵柄を決めようとしない方がむしろいいんじゃないかとすら思っているんですね。まあね、こういう言い方をすると、でも人気になれるような絵師って絵柄がちゃんと決まってますよねって思うかもしれませんね。まあそれは確かにそうですし、結果的にその絵師らしい絵柄というのは確立されていた方が人気にはなれると思います。ではなんで僕が絵柄を無理に決めなくてもいいと思うのか。その理由は3つあります。絵柄は1つじゃなくていいから。自分の絵柄を考えると難しくなるから。絵柄は自分と他人とをつなぐ架け橋のようなものだからです。順番にお伝えしていきますね。絵柄は1つだけじゃなくていいから。まずね、絵柄を固定しなければいけないのかという質問にお答えしていきたいんですが、それに対しての僕の答えは、絵柄を無理に決めなくてもいいというものでした。その理由はですね、何を隠そう僕自身が色々な絵柄を使い分けながら10年以上イラストレーターを続けてこれたから、そういうね、実績があるからです。過去に描いた僕の作品を紹介するとですね、例えばカードゲーム、デュエルマスターズがわかりやすいと思うんですが、同じ作品の中でも僕は結構絵柄を変えてきました。デュエルマスターズが発売された2001年、当初の絵柄はこんな感じです。この頃はね、結構グロテスクな表現が好きだったので、何を描いてもこんな感じの、ちょっとね、ってなるような気持ち悪い絵を描いてました。ディレクターの方にもね、斉藤さん何描いてもみたいになるね。ってね、冗談交じりに言われた記憶があります。そこからですね、厚塗りで書き込みは相変わらず多いんですが、気持ち悪さだけではなく、かっこいい感じを目指した絵柄になりました。色の組み合わせも前よりもカラフルさを意識した感じになっていますね。この頃は。で、次はこんな感じに絵柄が変化しました。この頃はね、ちょっと洗練されたシルエットで、形をスッキリとまとめるような絵を意識しています。以前の絵柄はね、ガサガサーっとしたようなブラシタッチが目立つような絵柄でしたが、より滑らかなグラデーションを多用して、スルッとしたとっつきやすい質感になるように描いてましたね。そしてこの頃はですね、かっこよさだけではなく、美しさや可愛さ、特にね、女性のキャラクターが描けないといけないなっていう課題意識を強く持っていたので、モンスター絵ではあるんですが、女性の美しさも兼ね合わせたような絵を描こうと頑張っていました。で、最後。これはね、一番最近に発表されたイラストですが、ジャ
ャスミンっていうキャラクターとガイアッシュカイザーっていうドラゴンの擬人化のイラストです。この頃になると可愛い女の子っていう部分に特化した絵柄になっていますね。最初と最後見比べてみると、もうね、違いは一目瞭然ですよね。もはや同じ絵描きが描いたとは思えないぐらいの絵柄の幅だと思います。今紹介したのはイラストレーターである僕の例の紹介ですが、漫画家さんでも絵柄を作品ごとに変えている人もいらっしゃいますよね。例えば僕は漫画家の押見修造さんがすごく好きなんですが、どの作品も押見先生だとわかるのに、おそらく意識的に絵柄を変化させているんですよね。白星さんにもこのことはそっくりそのまま当てはまると思います。イラストレーターであれ漫画家であれ、表現者ってその時その時で表現したいことは変化します。その変化に合わせて絵柄も変えていくのって自然なことですよね。だって表現したいもの自体が変わるわけですから、その表現したい内容を効果的に描き表すための絵柄だって変化が起きないとおかしいですから。まずはその部分。絵柄っていうのは必ずしも固定することがいいわけではなく、当然変化していくものなんだという部分を押さえていただけるといいと思います。自分の絵柄と考えると難しくなるから。ただね、ここでこう思った人もいると思うんです。いや、そうは言っても、やっぱり自分の絵柄って決めたいよ。だって自分の絵柄が決まってないと、みんな作品を見てくれないじゃん。個性的な絵柄じゃないとそもそも目立つことなんてできないよ。はい。言いたいことはわかります。ですが、多分そう考えている人はですね、ちょっと勘違いしている部分があるかなっていうふうに思うんです。魅力的な絵柄のようなオールマイティーなものって、正確に言えば、そんなものはね、存在してません。その作品を魅力的に表現できる絵柄や、そのキャラを魅力的に表現できる絵柄があるだけなんです。そのね、積み重ねによって魅力的な絵柄だなっていう風に思われることはあるんですが、これはね、あくまで結果の話なんです。これはちょっと厳しい言い方になるので、覚悟して聞いてほしいんですが、心を鬼にして言いますよ。自分の個性をアピールするために個性的な絵柄を確立したとしてもですね、それは全くの無意味です。いやだって当然ですよ。あなたに興味がある人ってこの世の中にお父さんとかお母さんとか、あとはごく親しい友人とか、そのぐらいしかいませんから、そんなあなたの個性がどうしたこうしたなんて、あなた以外は全く関心がないんですよ。だからですね、あなたの個性を発揮した絵柄をたとえ確立できたとしても、そんなのね、誰も見たくありません。当然ですよね。まずはね、このことを受け入れなければいけません。じゃあね、どう考えればいいのかっていうと、あなたではなく作品やキャラクターを中心に考えなければいけません。あなたが世の中に訴えたいこと、それを具現化したキャラクター、それらがもっと魅力的に見えるには、どんな見た目にして、そしてどんな絵柄に描き表せば、その気分を人に伝えるためには一番効果的なのか、そういう着眼点で絵柄って決めた方がいいと思うんですよ。これですね、未来永劫続くかもしれない自分だけの絵柄なんて考えるから難しくなるんです。そうじゃなくて、この作品だけにしか使わないかもしれないけど、一番この作品にとっていい絵柄という風に決めていった方が、見る人に響く絵柄になる場合が多いと思います。その絵柄がね、あなたらしいかどうかなんて、極端な話ね、もう考える必要ありません。だってね、そもそもあなたから出てきたわけですから、あなたらしいに決まってるじゃないですか。個性なんてね、あえて考えなくても、嫌でも個性はもうそこに存在しちゃってるからです。この点からね、自分の絵柄を決めようとして絵柄を決めるのはあんまり良くないと思いますね、僕は。ただここまで聞いてもね、理屈はわかる。でもそれでも俺は個性的な絵柄を確立したいんだ。魅力的な絵柄ですね。でもチヤホヤされたいんだよっていう人はですね、それはもう数を書くしかないです。今言ったような自分の個性にフォーカスするのではなく、あくまでその作品、そのキャラクターをうまく描き表すための絵柄という着眼点で何度も絵を描いているとですね、もうね、そうしようとしていたわけではないのに、なぜかここだけは外せなかった要素というのが出てくると思います。それがね、きっとあなたの絵柄ということなんだと思うんですね。なのでもし白星さんを含め、まだ自分の絵柄がはっきりしないなという人はですね、今言った2点が足りてない可能性があると思います。自分の絵柄ではなく、その作品やキャラをうまく描き表すための絵柄を考えること。そしてそれを何度も繰り返すこと。絵柄が決まっていないのは単純にこの2つの繰り返し、量が足りていないからだけだと思います。楽しんでもういっぱい描きましょう。そうすればね、絵柄なんて自然と決まってくるんです。
絵柄は自分と他人とをつなぐ架け橋のようなものだから。でね、白星さんの質問もう一つありました。恋人に絵柄が嫌いと言われ、絵柄を変えました。でも周りからは前の方がいいと言われて板挟み状態です。絵柄って周りに言われて決めなければいけないのでしょうかっていうね、ちょっとね、悲痛な叫びのような質問です。これについての僕の考えはですね、絵柄は自分と他人の両方が決めるものだと思います。例えて言うならそうですね、絵柄って自分と他人をつなぐ架け橋のようなものだと僕は捉えているんです。は？意味わからんって思う人もいるかもしれませんが、この図を見てください。左の円はあなたが描ける絵全部を表します。この円の中には筋肉ムキムキな絵柄も可愛らしい小動物のような絵柄も全部含まれています。ですがね、その全てがあなたらしい絵柄かどうかで言ったらもう全部ね、あなたらしい絵柄だと思います。で、右の円は他人がこんな作品が見たいって思っている今求められている作品を表す円です。もしですね、白星さんが私は趣味でいいから楽しくお絵描きがしたい。みんなの評価なんてもういらないっていうのであれば、僕はもうね、何にも考えずに自分が楽しいと思えるお絵描きだけすればいいと思うんです。でも白星さんはそうではなく、プロを目指していますよね。その場合ですね、この小さい面積の部分、この自分が描ける絵で他人が求める作品だという共通の部分を探さなくてはいけません。そしてそこが他人にもあなたらしい絵柄だと評価される絵柄ということになると思います。この小さな面積がきっかけであなたの世界に興味を持ってくれる人が出てくるんですね。まるであなたの世界と自分の世界を繋いでくれる架け橋みたいでしょ。この架け橋を探し出すことがプロとして求められる態度、そして絵柄を決める時のポイントになる考え方だと思います。ただね、ここでややこしい問題があります。そうです。恋人や友人の意見です。さっきの図にですね、恋人と友人を当てはめた時に、もしね、こういう関係になっていたとしたら、これはね、めっちゃ理想的です。このね、みんなが重なっている部分を表現すれば、みんなハッピーで何も問題ありません。ですが、世の中そんなにうまくはいきませんよね。こんな感じの場合、これはもう両立できないと考えなければいけませんね。こんなことあるのって思う人もいるかもしれませんが、いや、結構多いと思います。これはですね、例としてあげるだけで、そういう形を否定するわけでは決してないんですが、成人向けのコンテンツで生計を立てていて、なおかつ子供がいる作家さんの場合には、この問題に直面しやすいかもしれないなっていう風に想像します。他人や仕事との接点は作れているけど、家族からは反対されている。そういう状態も、きっとあるでしょう。ここで大事なのは、白星さんの絵が誰に向かっての表現なのかということです。もうここからはね、残酷な話、取捨選択の問題になってきます。白星さんは恋人に絵柄が好きじゃないと言われ、そして絵柄を変えたと言いますが、白星さんは恋人と絵を通じて繋がっていたいのかどうか、それとも絵を取り除いても繋がっていられるかどうかによって変わってきそうだと思うんです。もう何を置いてでも恋人に自分を表現者として好きになってほしい。恋人の評価が最優先で、それがなければもう表現者としている意味がないのというのであれば、今のままの表現を突き通すのがいいと思いますし、そうではなくて白星さんがプロとしてのつながり、例えば白星さんに仕事を依頼してくれるような会社やクライアントとの関係性を絵によって実現したい場合には、恋人の意見は無理に聞き入れる必要はないでしょう。これに関してね、ちょっと僕の話もすると、白星さんの恋人さんが、クリエイターなのかどうかはわかりませんが、僕は20代まで同じね、クリエイターの女性に惹かれて付き合うことが多かったです。やっぱりね、価値観が近しい方が強く惹かれる部分ってありますし、憧れやリスペクトも相まって興味を抱きやすいですからね。ただですね、僕の性格上なんですが、クリエイターの方とはもう全然うまくいきませんでした。なぜうまくいかないかっていうと、僕はね、相手をクリエイターとして尊敬してますから、白星さんと同じように相手の意見をすごく尊重しすぎるようになってしまって、いつしかね、世の中との接点よりも恋人がどのように思うかどうかを優先的に考えるようになっちゃったからです。これは彼女が好きそうじゃないから、本当は書きたいけど書かないようにしようとか、新しい仕事が来たけど、でもこの仕事をしたら、書きたいけど嫌がられるかもしれないから自分に変化を起こすのはやめようとか、これね、僕の勝手になんですけど、表現に規制のようなものを自分につけてしまって、勝手に窮屈に感じてしまっ
っていた部分があるんですね。僕の例は一例に過ぎませんが、クリエイター同士譲れないものがあって、それがね、マイナス方向に働いてしまって、それでね、二人の関係性がダメになってしまうことって意外とあると僕は思います。今みたいにね、相手が自分にとっての足かせに感じてしまうことはもちろん、逆に相手にとって自分が足かせになってしまう場合もあって、例えばね、これちょっと恥ずかしい話なんですが、僕は彼女の成功を素直に喜べていたかどうかっていうと、そんなことはね、なかったなっていうふうに思うんです。自分の絵があまりうまくいっていない時に、彼女の絵にいいねやリツイートがたくさんついていたり、自分の仕事がうまくいっていない時に、彼女に大きな企業から仕事の依頼が舞い込んだりすれば、ついついね、嫉妬してしまって、心の底からはね、よかったね、すごいねって言えなかったような気がするんです。僕はですね、彼女がどうか以前に、もうね、そういう自分を目の当たりにするうちにですね、俺は人間が小さい、同じクリエイターと付き合うのは100歩譲っていいかもしれないけど、でも少なくとも結婚するのは自分は無理だなって身に染みて分かったんですね。ちなみにね、僕は今結婚していますが、僕のワイフはクリエイターではないので、僕の書く絵や仕事に口を出してくることはないですし、僕も彼女に全然それを求めていません。でも彼女とは絵やクリエイティブ以外のところでちゃんと繋がっていますし、僕の場合にはその方がうまくいっていると感じます。白星さんは絵を通じて誰と繋がりたいのか、これはね、少し酷な選択になるかもしれませんが、白星さん自身が選択すべき問題だと僕は思います。どんな選択をしようと、白星さんにとって意味のある選択になると思います。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は過去の僕の絵柄について少しだけ紹介しましたが、プロ絵師、過去のイラストの大失敗見せます。では、過去僕が絵で失敗したということについて、実際の絵も交えながら詳しく解説した動画になります。ちょっとね、失敗例を自分で晒すのって結構恥ずかしいんですけど、こういうのって見ている人にとっては参考になるんですよね。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。